TSMC 第3工場の行方は。熊本県に対するプレッシャーなのかな。熊本もうちょっと頑張って。大家好、ジョエル福澤さんとお伝えする台湾ビズ。今回は日本の経済産業省にあたる台湾経済部の各部長の記者会見を読み解きます。TSMC の本社がある台湾の新竹市にはサイエンスパークとしてハイテク企業や大学、研究所などが集約され、スムーズな半導体関連製品の生産が可能になっています。9月1日、台湾で開かれた経済部の記者会見で各地期部長はこうしたサイエンスパークを九州地方に設置したい考えを示しました。熊本県のほか福岡県や長崎県など複数の自治体から立地の提案を受けていて、今後日本を訪問して協議を行う方針です。一方、熊本県の木村知事が誘致する TSMC の第3工場について各部長は、政府の立場として言えないとして具体的な立地場所について言及を避けました。取材したジョエル福澤さんです。現地で、各部長、実際にどのようなことを話されたんでしょうか。そうですね。木村知事、前も台湾にいらっしゃったんだから、TSMC の第3工場は、確実に熊本やってるかやらないか、もうやっぱりマスコミみんなはね、それが一番監視するのことなんですけど、ただし、各部長の方が、その点に対して、すべて、TSMC の本社に任せますので、それ本社のことだから、やっぱり政府の立場としては何でも言えませんということが答えしましたんですが、一つ面白いの話があるんですよ。各部長の方が今年の5月就任するの時、その時が熊本に、サイエンスパーク、そういう、会社を作りたいという話があるんですけど、でも今回の取材としては熊本ではじゃなく九州の可能性がもうやっぱり拡大しましたという話がちょっと驚きました。一番大事なこととしてはやはりサイエンスパークがあれば半導体の集約格闘ができますなんですよ。それでもしサイエンスパークがもし熊本いるならば TSMC だけでじゃなく周りの、サプライズチェーンも集約できるんですよ。でも熊本でじゃなく他の県にサイエンスパークの、会社が作るならば全部サプライズチェーンの方がそちらのに移るの可能性が高くなりますなんですよ。逆にこれが熊本に対してあまりいいことでじゃないなと私自分はねそういうことを考えしました。実際に会見の中では熊本県のほか福岡県や長崎県この辺りからも立地の提案を受けているというような話がありましたけれども、長崎県とかそれで大分県とか北九州市とかもう各九州の県とか地方自治体の方がみんな手を挙げるんですよ。その時がいい条件としてはもちろん土地のネタなんですよ。今のところは長崎とか大分とか、北九州とか土地の価格は熊本よりちょっとネタの方が、手頃ですので、だからそのところが考えするの可能性が高いという、ニュアンスも聞きますなんですよ。この会見を私が聞いたときは個人的な見解としてですね、各部長やり手なので、熊本県に対するプレッシャーなのかなというふうにも感じたんですが、そのあたりはどうでしょうか。確かに木村知事の方がもう今回本当に積極的で台湾の方がもう1回で訪問しました。例えばTSMC の本社とか経済部長とかそれで台湾の副総統までそれでもみんなもやっぱり、経済関連とか政治関連の方々に根回ししましたんですけど、ただし今のところは台湾政府側の方がまたはっきりそれYes or No ということはまたはっきり木村知事に答えしませんなんですよ。理由が2つあるんですよ。1つの方が今のところ熊本県道路の整備とかそれで土地の値段とかまたその本当に届いてるではじゃないと思うんですよ、台湾側の考え方として。だからもうそういうスピーディーの方がもうちょっと遅いという可能性があるという一つあります。もう一つはサイエンスパーク、今本当にサイエンスパークのシステム要するに体制届いたどうかもうまた本当に、先また見えてないなんですよ。
だから熊本空港の整備のプロジェクトがあるんですけど、ただ中身の方はまだ見えないから、だからその時はやっぱり熊本もうちょっと頑張って、そういう話もプレッシャーを言うというよりは、もっとなんか背の方が推しするという感じがやってる可能性が高いと思いますよ。なるほど。プレッシャーとは言いたくないというような、そうだから背中になんか押して、ちょっと頑張ってそういう感じなんですよね。これっていうのは私個人的にはですね、日本と台湾の商習慣の違いといいますか、ビジネス速度の違いみたいなところもあるのかなというふうに思うんですけれども、そのあたりはどうでしょうか。確かにこれはね、日本のやり方とかもちょっと正しいとか、やっぱりちょっとゆっくりでやってるという考え方が台湾人の頭の印象が結構そういうあるんですよ。それいいか悪いかっては別として、日本の方が行政のスピードとか建設のスピードの方が絶対遅いということが考えしましたんですけど、でもびっくりしたの方は、第一工場の中建設の時は24時間体制でも本当に、TSMC 要求通り、スケジュール通り、それでもう建設、完成しました。しかもしっかり完成しましたので、だから第二工場があるということがあるんですよ。各部長もなんか同じのことを考えてたんですよ。もし熊本は台湾の TSMC だけではじゃなく、周りの、全工程、5工程のサプライズチェーンの方が一緒にも熊本いるならば、必ず、サイエンスパーク作るの不可欠だから、熊本の行政としてはどういうスピードをね、ちょっと見せたいということなんですよ。この会見で気になったのがですね、TSMC が判断することで政府の立場として言えないという、こういうふうに濁されたわけですけれども、このあたりはなぜなんでしょうか。TSMC の株主としては台湾政府も持ってるんですけど、ただ台湾政府 EU の立場が絶対ないと思います。要するに TSMC は国営企業でじゃないです。ある意味で民間企業だから、民間企業から国から指さして、こっちやれあっちやれの方がそういう立場がない、確かにと思うんですよ。なるほど。とはいえこのサイエンスパークの中心は TSMC じゃないんですか。新宿の例としては、サイエンスパークの方がもうやっぱり TSMC は核心としてまたどんどん広くなるということなんですよ。それで新宿のサイエンスパークと見れば大体はね、3つの機能があるんですよ。一つやっぱり TSMC 中心として周りのサプライズチェーン一応集約する、それが一つ。それも一つは大学、例えば陽明交通大学とか清華大学とか周りの大学が、人材の育成があるんですので、三感覚、合わせてそれと、サイエンスパークがやってるんですよ。今の熊本の方がそのような整えたのシステムがありません。例えば最近よく台湾の投資家が私に来た時はね、熊本のサイエンスパーク見たいということが考えしました。もちろんこれが台湾の考え方なんですけど、でも見たいですけど、でも熊本に対応してはやっぱり行政は行政、産業は産業、学校が学校で、やっぱりみんなバラバラのイメージが今までまた強くなりますと思う。なるほど。熊本大学でも今人材育成などを取り組んでいる、熊本高専も含めですね、今半導体人材育成に取り組んではいるんですけれども、台湾と比べると速度が遅いというような台湾側からの見方ということですね。今回台湾に行った木村知事の成果としてはどのように見ていますか。そうですね。ちなみに台湾のマスコミの報道としてはあまり多くてじゃない。それが一つ。ただ木村知事でいらっしゃるということは、やはり熊本県が、やっぱり第三工場必ず、熊本に建てるという考え事を、よくなんか台湾に伝えましたんだから、マスコミの方がみんなもじゃあ熊本県がやっぱり第三工場、また熊本県内になんかそれ作りたいというイメージがつけました。ただし前話のような今のところはこれがマスコミかそれとも国がそれで左右できるのことではじゃないですよ。
それやっぱり一企業として、TSMC として、やはりもう全般的運営のコストとか、人材の確保とか、いろいろことを考えなければいけないので、だから今のところは第三工場、いつかどこに作るのことは今また謎と思います。各部長のこの記者会見の中では投資テーマの一つに AI というような話もありましたけれども、これは具体的にはどういったイメージなんでしょうか。それが面白いなんですよ。各部長の方が、台湾の AI のハードウェアのことはかなり自信があります。もちろん今アメリカの会社、NVIDIA とかAMD とかもうやっぱりそれがアメリカの会社なんですけど、でも全てオーナーの方が CEO の方がもう全て台湾人なんですよ。だから台湾のハードウェアの強さが結構自信持ってます。ただし台湾の方がソフトウェアの方が日本と一緒に協力しなければいけません。だから、各部長の方は今のところが考えが2つが、戦略があります。1つは台湾のハードウェアのAI のハードウェアの会社が、日本に移るということが考えします。これが1つ。もう1つは日本今例えばスタートアップ企業とか、例えば、AI のソフトウェアのやってるの会社とか、もし台湾に移る可能性があれば経済部、要するに経済産業省の方がたくさんボーナスとか足すという可能性があるということが考えしました。要するに将来的また、AI という産業としてはまたこれから10年先もうやっぱりずっと AI のことが一番大事しなければいけないので、各部長の戦略としては台湾と日本一緒に組んでやっぱり AI 産業のハードウェアプラスソフトウェアの方が共同成長できるようなそういうことで考えします。なるほど。ソフトウェアに強いというイメージがあるんですかね、日本が。そうです。日本側の方がソフトウェアのイメージは強いなんですよ。日本の方がオープン AI で始まるから日本側の方がもうたくさんのソフトウェアのサービスはね出ますなんですよ。例えば法律のとかデータベースとかいろいろことはねありますなんですけど、今岸田内閣これから、経済発展するの方が2つの柱がありますんですよ。1つは AI 産業、1つは半導体と AI 産業を合わせて新しいのビジネスチャンスが作りますので、だからお互いで日本と台湾の、政府側の方が見方が一致しますので、だからこれから AI と一緒に組んでいるの可能性が高いと思います。私は熊本と台湾のニュース発信しますので，皆さんチャンネル登録してね。我现在会跟大家讲有关熊本跟台湾的一些事情哦，记得登录这个我们的小铃铛哦。